クリアカラーのガンプラをさらにクリアにしよう。プラぼっち研究所。皆さんこんにちは。プラぼっち研究所の所長です。私クリアカラーのガンプラ結構好きでいろいろ持ってるんですよ。クリアカラーのガンプラの何がいいかっていうと、パーツが透けているので、内部フレームの構造とか外装フレームの裏打ちっていうんですかね、裏のディティールとかが見えてね、めっちゃ綺麗なんですよ。特に今回持ってきたマスターグレードのクリアカラーとかメカニカルクリアっていうこういう色がついていないクリアガンプラ大好きです。しかしですね、パーツの表面が結構曇っていてですね、もっとツルテカで表面の透明度が高かったら内部の構造とかもっと見えてかっこいいのになとかって思うんですよね。なので今回はクリアパーツをさらに透明に、まるでクリスタルのような輝きにする方法を詳しく解説していきます。まあ実際はね、パーツの表面を磨いていって滑らかにしていくんですけど、ヤスリだけを使ってヤスリの番手を上げていってなんとなく磨いているだけだともうめちゃめちゃ時間かかっていつの間にかおじいちゃんになっちゃうので、私が普段やっている効率的な方法を紹介します。それでは動画の全体の流れとしては、クリアパーツをさらにクリアにするために必要な道具、実際にクリアカラーのガンプラを使っての実践、まとめ、このような感じでいきます。クリアカラーが好きな人はもちろん、ちょっとクリアカラー敬遠してるんだよねっていう人にも、クリアカラーかっこいいじゃんって思ってくれたらこの動画を作った甲斐があります。それではやっていきましょう。それではまずはじめにクリアカラーをさらにクリアにするために必要な道具たちを紹介していきます。まず一つ目がこちら、ガラスヤスリです。その名の通りガラスでできたヤスリなんですけど、通常のヤスリだとヤスったところってプラスチックが毛羽立って白くなってしまうと思うんですけど、こちらのガラスヤスリはですね、削ったところがこのような感じでつるっと仕上がるんですよ。紙ヤスリで削ったやつと比べてみるとこんな感じ。まあ目立たないところならいいんですけど、表に出るような目立つところはなるべくこのガラスヤスリを使って行ってみましょう。続いて必要な道具2つ目がこちら、光沢クリアの塗料です。私は塗装ブースでエアブラシを使ってこれを塗ってるんですけど、そういう設備が用意できないよっていう人は缶スプレータイプの光沢クリアでも問題ありません。これは何に使うのかって言いますと、の前にまずはこちらのクリアパーツをご覧ください。よく見るとつるっとした表面じゃなくて、ちょっとザラザラしてるっていうかサラサラしてて、若干艶消しみたいな表面のパーツがあるんですね。こうやって見るとね、後ろの文字がぼやけているのがわかると思います。そしてね、こういうパーツにこちらの光沢クリアを吹くと、なんと透明度が増すんですね。一応これ同じ表面だったパーツなんですけど、こちらは光沢クリアを吹いたパーツです。全然違いますよね。なんでこうなるのかって言いますと、先ほども言った通りパーツの表面って滑らかに見えて、実際はね若干デコボコしてるんですよ。そこに光沢のクリアを吹くと、表面張力によってスルッとした綺麗な表面膜が出来上がるんですよ。これをね表面と裏面にやってやることによって、ガラスのように向こう側がクリアに見えるっていうわけですね。なんか理科の授業みたいな図解をしてしまいましたが、これはなんか小学校の時とかに窓ガラスにスローテープの剥がし残しみたいなところがあって、そこだけ向こう側が綺麗に見えるなみたいなことあったじゃないですか。それです。続いて必要な道具3つ目がこちら、コンパウンド材とそれを使うための布です。一応先ほどの光沢クリアを塗布するだけでもかなり表面がクリスタルのような綺麗な透明になるんですけど、こちらのコンパウンド材で磨くことによってさらなるヌルテカ表面を目指すことができます。私が使っているコンパウンド材、研磨材がこちらのショーアップというメーカーのポリッシュ材とフィニッシュ材です。要は細かい研磨材と超細かい研磨材みたいな感じですね。先にポリッシュで磨いてからフィニッシュで磨くことによって綺麗な表面仕上げにできます。そして最後必要なもの4つ目。それがこちら。用意ドゥのリューターです。メーカーはどこでもいいんですけど、リューターです。
リューターっていうのは先端のここがめちゃめちゃ高速回転するマシンです。ちょっと一回電源オンしてみましょうか。スイッチオン。よくね、ルーターっていう言葉と間違えられがちなんですけど、多分リューターの方が正しいんじゃないかなと思います。なんかリューターの名前の由来としては、リュー太郎っていう人物名にちなんでリューターってなったみたいですね。まあそれはさておき、こちらのリューターは研磨する時のこの布の代わりですね。まあなので必須アイテムっていうわけではないです。布で磨いてもいいんですが、やっぱり長時間やってると疲れてしまうので、こういうリューターみたいな機械に頼った方が早く作業ができます。ただしね、めちゃめちゃ高速にこれ回転するんで、ちゃんと扱わないとパーツの表面に傷をつけてしまったりすることもあるので、適当なパーツでね、練習することをお勧めします。はい、必要な道具としてはこんな感じです。一応下の概要欄に紹介した製品、道具たちの Amazon リンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。それではクリアパーツ、実際に磨いていきましょう。はい、それではここからは実際にクリアパーツをさらにクリアパーツにする実践を行っていきましょう。やり方は簡単です。こちらの光沢クリアを吹いて磨くだけですね。なのでまずはこちらの光沢クリアを吹いていきましょう。でね、適当にクリアパーツ持ってきたんで、いろんなパーツに吹いてみましょう。はい、それではまずはこちらのサザビーの胸部のクリアのパーツを光沢クリア吹いてみましょう。はい、光沢クリア吹いてみるとこんな感じ。ちょっとまだ塗料で濡れてる状態なので、乾燥してからもう一度確認してみましょう。はい、続いてこちらもサザビーの胸部のクリアパーツ。続いてグフの胸部のクリアパーツ。こちらもですね、裏にディティールが入っていたり、フレームの方にも細かなディティールが入っているんですけど、肝心なね、パーツ表面がちょっと艶消しな感じというか、曇っちゃってるんですよね。これにクリアを吹くとどうなるのか、一緒に確認してみましょう。はい、吹き付け直後はこんな感じ。ちょっと塗料はまだ乾いてないんですけど、表面から見てもね、裏のディティールがくっきり見えてめっちゃかっこいいです。続いて同じくグフの肩アーマーの外部装甲。こちらは左右でパーツがあるんで、ビフォーアフターの確認がしやすいと思ってチョイスしてみました。めっちゃ綺麗。あとはサザビーの肩アーマーのパーツと足のでかいパネル、こちらもやっておきます。はい、光沢クリアの塗装が完了しました。この後はこれを研磨していくんですけど、乾燥時間はね、しっかり取った方が失敗しにくいので、丸1日乾燥させます。24時間後にまた会いましょう。はい、あれから丸1日ぐらい経過しました。表面の状態確認してみましょう。光沢クリア塗るだけでもだいぶ透明度上がりますよね。適当な紙を後ろに置いてみるとこんな感じ。だいぶクリアに見えるようになりましたね。はい、それでは最後仕上げとしてこちらのコンパウンド材使っていきましょう。まずはスーパーカットコンパウンドのポリッシュ。こちらを適量マイクロファイバーの布に出しまして、パーツを磨いていきます。はい、磨いた直後はこんな感じ。ちょっと水洗いしてきます。はい、水洗いして乾かしてみるとこんな感じ。若干 LED のこの反射の粒みたいなのがちっちゃくなったような気もするんですけど、まああんまり変わってないですかね、この段階では。はい、先ほどの文字の上に置くとこんな感じ。心なしかクリアになったかなっていうような感じです。それでは最後仕上げにこちらのフィニッシュ剤で磨いていきましょう。はい、磨いた直後はこんな感じ。先ほどと同じようにちょっと洗ってきます。はい、先ほどと同じように水洗いして乾燥してきました。どうでしょう、だいぶ綺麗じゃないですか？
説明書の上に置くとこんな感じ。もうちょっと遠目に見たらここにパーツあるのわかんないですね。はい、そして右手に持っているこちらのパーツ、これが今コンパウンド剤で磨いたやつなんですが、左手に持ってるこちらはコンパウンド剤はまだ使ってなくて、光沢クリアを吹いただけのパーツになります。表面の具合比べてみるとどうでしょう。光沢クリアを吹く前はどちらもザラザラというかサラサラしたような表面でした。左のこのパーツ、光沢クリア吹くだけでもね十分綺麗ではあるんですけど、やっぱりコンパウンド剤使った方がこの反射している LED の粒がなだらかな感じですよね。ちょっと左手のこちらの方がもやがかかっているようなそんな感じです。はい、そして最後のおまけパートとして、こうやってね手で磨いてもいいんですが、こちらのリューターを使うとさらに研磨の効率が上がりますんで、こちらの実演もちょっとだけやっておきましょうか。はい、それではこのグフの胸のパーツ、これで試してみましょう。研磨する前、光沢クリアを吹いただけの表面のテカテカ具合はこんな感じ。この LED の粒の反射の具合を覚えておいてください。それではまずはポリッシュから、ちょっとこちらの布に揉み込みます。はい、それでは研磨していきます。多分めちゃめちゃうるさいんで、ちょっと音小さくしておきます。はい、洗って乾燥させてきました。左、こちら側が研磨する前で、研磨すると、はい、このような感じになります。ちょっともうくっきり反射しすぎて、なんか LED の粒から線がほとばしってますね。左側は LED の粒がちょっとぼんやりしてるような感じ。そして右半分の方はかなりね、もう LED の粒がパキッとくっきりしています。そしてね、リューター使わなくてもできるんですけど、やっぱり早いですよね。リューター使うともうさーっとちょっと撫でるだけで、この輝きですからね。いやー、癖になりますね。はい、グフの胸に戻しておきましょうか。はい、もともとこのクリアカラーのグフはね、結構全体的にツルツルテカテカな感じだったんですけど、ここの胸の黒いとこだけ艶消しな感じだったんですね。それがどうでしょう。結構ね、こうクリスタルっていうかテカテカする感じになってくれましたね。ちょっとカメラでは分かりにくいんですが、透明度も上がったのでパネル裏のディティールなんかもね、めちゃめちゃ分かりやすくなってます。一応さっきねパーツひっくり返したんで、こちらがコンパウンド剤まで磨いた方ですね。いやー美しい。はい、同じ手順でそれぞれのパーツ磨いてきました。ちょっと透明すぎてパーツ分かりにくいんですけど、ここに1、2、3、4、5で5つのパーツがあります。とりあえずこちらのグフの肩アーマーつけてみましょう。はい、ちょっと肩アーマーだけ外して内部フレームを取り付けてみました。すごくないですかこれ。十分左でもかっこいいっちゃかっこいいんですけど、このもう水みたいな感じすごくないですかこれ。クリスタルっていうかスライムですよね。スライムがペチョーンとなってるような美しい。結構ねクリアカラーのガンプラって基本的に塗装することあんまりないと思うんで、いじって遊ぶっていうのがね難しいんですけど、こうやってね磨いて遊ぶ楽しさありますんで、よかったら皆さんもやってみてください。この辺のサザビーのパーツは後で組み込んでエンディングの方で見せますので、よろしくお願いします。以上、クリアカラーのガンプラをさらにクリアにする方法の解説でした。はい、いつものデスクに戻ってきまして、でね、さっきのサザビーの足のパーツとか組み込んだんですけど、分かりますかね。こっちがコンパウンドで磨いたやつで、こっちが何もしてないやつですね。何もしてないパネルに比べてコンパウンドで磨いたこちらの方が透明度が高くなっているんじゃないでしょうか。あとはサザビーの胸部パーツあたりですね。この上のパネルとこの真ん中のパネル、これね結構艶消しのクリアだったんですけど、中までねこのようにくっきり見えるようになってるんですよ。という感じで今回は結構ねマニアックな内容でした。この動画が役に立つ人は少ないかもしれないですね。そしてね、このコンパウンド使ってまで磨くのめんどくさいなっていう人は光沢クリア、これを吹くだけでもねだいぶ印象が変わるんで、
クリアカラーガンプラ持っている人、ぜひやってみてください。あと一応今回は誰でもとっつきやすいように割と簡単な手順を紹介しましたが、パーツの裏面にあるこういう丸い部分とか、あとは今回はあんまりなかったですけど、パーツの引けとかが気になる人は光沢クリアを拭く前にヤスリで処理してから行うというのもあります。ただね、ヤスリがけ前よりもなんか傷がついちゃったなんてこともありえますので、そこは十分注意して行ってみてください。はい、ってことでそろそろ動画を締めましょう。このチャンネルではガンプラをはじめとしたプラモデルに役立つ情報の紹介やプラモデルの全塗装動画なんかをアップしております。この動画が良かった、次の動画も気になるなという方はぜひ高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。